心に秘められた思い、服が語る女性たちの物語。1994年6月29日の夜。皆さん、あの日のことを覚えていらっしゃいますか？ロンドンは蒸し暑い夏の夜を迎えていました。日が落ちても気温は下がる気配がなく、サーペンタインギャラリーの前には、大勢の記者やカメラマンが待機していました。イギリスでは珍しい蒸し暑さに、記者たちはハンカチで汗を拭いながら、何かが起こるのを予感していたのです。午後8時45分、黒塗りのベントレーが夜の闇を滑るように近づいてきました。エンジンが止まり、車のドアが開く。その瞬間、辺りがシーンと静まり返りました。まあ、テレビの前で、そんなため息を漏らした方も多かったはず。艶やかな黒のドレス。大胆に肩を見せたデザイン。すらりとした横顔。これまでのお姫様のイメージとは、全く違うダイアナ妃の姿でした。ギリシャ彫刻のような美しいシルエットのドレスは、デザイナーのクリスティナ・スタンブリアーニの作品。王室のしきたりでは、肩を大きく見せる服装は控えめにするものでした。でも、この夜のドレスは違います。優雅でありながら、どこか挑戦的な印象を漂わせていました。カメラのフラッシュが光る中、ダイアナ妃は凛として微笑んでいました。その表情には、どこか晴れやかなものがあったと、当時の記者たちは証言しています。そして、その3時間後、BBC は特別番組を放送します。チャールズ皇太子がカミラ・パーカー・ボールズさんとの関係を認めた、あの歴史的な放送です。翌朝の新聞各紙は、ダイアナ妃の写真で持ちきり、復讐のドレス、リベンジドレスという言葉が大きな見出しを飾りました。私たち女性は、この出来事をどんな思いで見ていたでしょうか。実は、王室には昔から服装を通じて思いを語る方がいらっしゃいました。その歴史をたどってみると、なんだか懐かしい思い出が次々と蘇ってきます。1953年10月31日、マーガレット王女が空軍のパイロット、ピーター・タウンゼントさんとの恋を諦めざるを得なくなった日のこと。その日、王女は真っ赤なドレスをお召しになって公務に現れました。当時、未婚の王族が真紅の装いをすることは暗黙の禁忌とされていました。葉の赤は静かな叫び声のような色でした。当時の女官、レディ・アン・グレンコナーは後年そう語っています。皆様も言葉では言い表せない思いをお洋服に託されたことはありませんか。お嬢様の入学式やご自身の大切な記念日。服装は時として私たちの心の声を代弁してくれるものですよね。そのとのマーガレット王女はパリの最新ファッションを次々と取り入れていきました。特にクリスチャン・ディオールやピエール・マルマンといった当時最先端のデザイナーとの親交を深めていきます。彼女は服を通して語っていたのです、とお抱えの仕立て屋さんは回想しています。それは静かな、でも確実な自己主張でした。1960年代になると、新しい時代の風が吹き始めます。若い女性たちがミニスカートを取り入れ始めた時代。マーガレット王女もその流れを取り入れ、王族らしからぬモダンなファッションで話題を呼びました。あの頃は、街でもミニスカートを履いた若い方を見かけると、みんなで大胆ねえなんて話していましたっけ。そんな思い出をお持ちの方も多いのではないでしょうか。1970年代に入ると、アン王女が新しい風を吹き込みます。乗馬の名手として知られる王女は、公式名字にパンツスーツをお召しになる。今では当たり前のことですが、当時は大変な議論を呼びました。女性も活動的に生きていく時代。その象徴だったんです、と、当時のデザイナーは語ります。働く女性が増え始めた時代、パンツスーツは私たちにとっても新しい可能性を示してくれましたよね。そして1981年、ダイアナ妃の登場は、王室ファッションに春風のような新鮮さをもたらしました。7月29日の結婚式、純白のドレス姿に、
世界中が魅了されたあの日、皆様もきっとテレビの前で見守っていらしたことでしょう。当初は、CID 内気なダイアナと呼ばれ、フリルの多い可愛らしい装いで知られた彼女。でも少しずつ自分らしさを見つけていきます。お子様が生まれ、母となり、そして一人の女性として成長していく。その姿は、私たち世代の女性たちの歩みとも重なるものがありました。1985年、ホワイトハウスでのガラディナー。ジョン・トラボルタさんとのダンスシーンを覚えていらっしゃいますか？紺色のベルベットドレス姿で、まるでレイナのヒロインのように優雅に踊る姿。あの夜、彼女は蝶になったとデザイナーは語っています。特に印象的だったのは、1987年のエイズ患者との面会です。当時、エイズへの偏見が強かった時代。ダイアナ妃はあえて手袋を外し、患者さんと握手をされました。時には、装いの不在が強いメッセージとなることもあるのですね。1989年のニューヨーク、メットガラでのこと。会場に彼女が現れた時、周りの会話が止まったそうです。鮮やかなブルーのドレス姿は、新しい時代の幕開けを告げるようでした。そして、冒頭でお話ししたリベンジドレスの夜を迎えます。でも、これは決して悲しい物語ではありません。むしろ、一人の女性が自分らしさを見つけていく、勇気ある物語なのかもしれません。私たち誰もが、人生の中で自分らしさを探す時期があります。結婚、出産、子育て、そして人生の節目節目。その度に、新しい自分との出会いがありました。服装は、そんな私たちの心の変化を静かに表現してくれる存在だったのかもしれません。2020年には、新しい世代の王族たちも同じような挑戦を続けています。メーガン妃がハリー王子との新しい人生を選んだ時のグリーンのドレス。あのドレスを見て、ダイアナ妃のリベンジドレスを思い出された方も多かったのではないでしょうか。時代は変わっても、服には思いを語る力がある。それは、世代を超えて受け継がれる真実なのかもしれません。私たちの娘や孫娘たちも、きっと自分なりの方法で、その思いを伝えていくことでしょう。そして、この物語は今も続いています。新しい時代の若い王族たちが、どのように自分を表現していくのか。それを見守るのは、とても楽しみなことですね。知られざる舞台裏、完璧な装いの向こう側。皆様、人生の大切な場面の前日のことをよく覚えていらっしゃいますか？お嬢様の結婚式の前夜、晴れ着の最後の確認をしながら、ドキドキした思い出。入学式の前日、新しい制服にアイロンをかけながら、胸が高鳴った記憶。私たちの人生には、そんな舞台裏の思い出がたくさんありますね。1981年7月29日の朝、ロンドンはまだ夜明け前、午前5時のことでした。セントポール大聖堂で行われる正規の結婚式をあと数時間後に控えています。その時、ダイアナ妃のウェディングドレスを仕立てたエリザベス・エマニュエルは真っ白なドレスの前で立ち尽くしていました。花嫁様お気に入りの香水、ケルケ・フルールがアイボリーのタフタにシミを作ってしまったのです。花嫁様には言えませんでしたと、エマニュエルさんは40年経った今でも少し声を震わせながら語ります。ただ、ドレスの前側を少し持ち上げるようにとだけお伝えしました。のドレスを担当する方々をロイヤルドレッサーと呼びます。アンジェラ・ケリーさんはエリザベス女王の長年のドレッサー。彼女が忘れられない思い出を語ってくれました。2012年6月のこと。エリザベス女王の在位60周年のお祝いの日。テムズ川でのパレードの最中、なんと大雨が降り出したのです。真っ白なドレスがすっかり濡れてしまいました。でも女王はにっこりと微笑んで、こんな日もあるわよね、とおっしゃったそうです。まるでお母様やおばあ様のあの包容力のある笑顔を見るようですね。
深夜のバッキンガム宮殿。古参のドレッサーが若い同僚にこっそり教える姿があります。陛下が深いため息をつかれたら、それは少し緩めてというサイン。お召し物の前で手を組まれたら、これでいいという意味。言葉にならない気持ちをそっと察する。私たちの世代は、そんなコミュニケーションの大切さをよく知っていますよね。着物の着付けにしても、言葉では言い表せない微妙な加減があるもの。その感覚は、世代を超えて受け継がれていくのです。1953年、エリザベス女王の戴冠式。白いサテンのドレスには、実は小さな秘密が隠されていました。デザイナーのノーマン・ハートネルさんは、若き女王の幸せを願って、こっそり四つ葉のクローバーを刺繍していたのです。ご家族の晴れ着に、そっと願いを込めて仕立てる。私たちの世代なら、よくわかる気持ちではないでしょうか。完璧であることは、時として最も不完全な状態になることもある。春夜更け、ケンジントン宮殿のドレッシングルーム。若いドレッサーがそうつぶやきました。翌日の公務で着用予定のドレスの裾に小さな破れが見つかったのです。直せますかと尋ねたのはキャサリン妃でした。2011年、海外訪問の2日目の夜のことです。完璧には難しいかもしれません。ドレッサーの正直な答えに意外な言葉が返ってきました。そのままでいいのよ。キャサリン妃は続けました。ダイアナ妃から聞いた話があるの。1981年の結婚式の日、ドレスに香水のシミができたって。でも、それが私のお守りになったのですって。なんだか温かい気持ちになりますね。完璧を求められる立場でも、やっぱり人間らしい温かさがある。それを受け入れる優しさが、代々受け継がれているのです。2018年、ユージェニー王女の結婚式。背中の手術痕を見せるウェディングドレスは大きな話題になりました。でも、デザイナーのピーター・ピロットさんは別の苦労話を教えてくれました。実は、座っても痛くないよう特別な裏地を開発したんです。それは誰にも見えない部分。でも、花嫁の幸せのために一番大切なことでした。失敗が時として思わぬ良い結果を生むこともあります。1960年代、マーガレット王女のドレスに予期せぬシワが、急いでベルトを足したんです、と当時のドレッサーは懐かしそうに話します。それが新しいデザインとして称賛されました。2020年、コロナ禍の最中、エリザベス女王は国民に向けてメッセージを送られた時のこと。ドレスは放送の数時間前に決まったんです、とケリーさんは明かします。でも、その即興の選択が希望の象徴として世界中で話題になりました。舞台裏には、そんな小さな奇跡がたくさん隠されています。完璧な表舞台の陰に、実は人間らしい温かさと知恵が詰まっているのです。それは、私たちの日常生活にも通じることかもしれません。お茶会の着物のシワをさっと直してくれた先輩。入学式の朝、髪をきれいに結い直してくれた母。結婚式の前夜、遅くまで着付けの練習に付き合ってくれた友人。思い返せば、私たちの人生も誰かの優しさに支えられてきたのですね。こうしてみると、王室の装いの裏側には、実は私たちの日常にも通じる温かな人間模様が広がっているのです。完璧な表舞台の陰に優しさと思いやりの物語が隠れている。それは世代を超えて受け継がれる大切な宝物なのかもしれません。新しい時代の王室ファッション、デジタルが紡ぐ新しいつながり。2024年1月のある朝、バッキンガム宮殿のドレッシングルームに小さな通知音が響きました。また話題になっているようです。ロイヤルドレッサーのスマートフォンにはキャサリン妃の昨日のお召し物についての投稿が表示されていました。ロイヤル、リユースというハッシュタグとともに2019年に一度お召しになったドレスのリメイク姿が世界中で共有されているのです。
皆様、お孫様と LINE やインスタグラムでやり取りをされることはありますか？昔なら手紙で数日かかった連絡が、今では一瞬。技術の進歩は、私たちの生活を大きく変えましたね。昔は、王室のお召し物は新聞に載るまで1日待ちました。と、長年、王室の装いを見守ってきたドレッサーのメアリー・アンダーソンさんは、懐かしそうに語ります。夕刊が来るのを、みんなで待ったものです。私たちも、かつては写真週刊誌で王室の装いを楽しみに見ていましたよね。今は一瞬で世界に伝わる。時代は変わりました。でも、その変化の中にも変わらないものがあるのです。もったいないという心。私たちの世代なら着物をリメイクしたり、大切な服を受け継いだりした経験をお持ちの方も多いはず。実は今、その精神が王室でも大切にされているのです。2023年の統計によると、王室メンバーの公式行事での装いの約 40% が既存の衣装の再利用やリメイク。これは2010年と比べて4倍の数字だそうです。まるで私たちの母から教わった知恵が形を変えて生きているようですね。特に印象的なのはチャールズ国王の戴冠式での出来事。古い刺繍を修復して使い、新しい素材は環境に優しいものを選ぶ。新しいものと大切に受け継ぐもののバランスが見事だったとされています。2024年の王室では伝統と革新が見事に調和しています。例えば、キャサリン妃が着用される衣装はすべてデジタルデータとして記録されます。生地の質感、縫製の細部、さらには着用時の様子まで全てが残されているのです。昔は衣装を残すといえば防虫剤とともにタンスにしまうことでした。とアンダーソンさんは続けます。今は 3D スキャンで縫い目一つまで記録できます。でも大切なのは技術じゃないんです。その服に込められた思いなんです。この新しい技術は思いがけない発見をもたらすことも。2023年の秋、古い衣装をデジタル化する過程で、1950年代のドレスに隠された手書きのメッセージが見つかりました。平和と希望を込めて、当時のドレスメーカーがこっそり記していたものだったのです。新しい技術が昔の人の思いを教えてくれる。担当者のマーシャルさんは、しみじみと語ります。それは、まるで時を超えた手紙のようです。環境への配慮も、新しい時代のキーワードです。2023年、王室では、サステナブルワードローブという取り組みを始めました。これは、すべての衣装の環境負荷を記録し、できるだけ再利用を促進するというもの。実は、これも伝統の継承なんです、と、キャサリン妃は語ります。エリザベス女王は、戦時中の倹約の精神を大切にされていました。その思いを、現代の形で引き継いでいるんです。最新技術は、意外な形で伝統を支えることも。例えば、古い刺繍のパターンをデジタルで記録し、それをもとに新しい刺繍を施す。職人の技とコンピュータの精密さが、見事に融合しているのです。2024年2月には、デジタルロイヤルワードローブという新しいプロジェクトも始まりました。王室の衣装の歴史をオンラインで公開するという試み。お孫様と一緒に見られる新しい形の歴史教育かもしれません。キャサリン妃はこんなエピソードを語っています。子供たちに服には物語があると教えています。この刺繍は誰が作ったのか、このデザインにはどんな意味があるのか。デジタル技術のおかげで、その物語を多くの人と共有できるようになりました。なんだか懐かしい気持ちになりませんか？私たちも着物や大切な服に込められた思い出を子供たちに語り継いできましたよね。今はその語り継ぎ方が少し変わっただけなのかもしれません。最近では若い世代からの意外な反応も、おばあちゃんの着物リメイク、すごくエコよね。昔の人ってもう環境のことを考えてたんだ。私たちの当たり前だった暮らしが
新しい価値として見直されているのです。そして、その物語は今も続いています。変わりゆくもの、変わらないもの。その両方を大切にしながら、新しい時代へと歩んでいく。それは、まさに私たち自身の姿でもあるのかもしれません。SNS の通知音が鳴り、新しいニュースが飛び込んでくる。でも、その中に込められているのは、変わらぬ人の思い。技術は進歩しても、心は同じなのですね。私たちも、この変化の時代を、温かく見守っていきたいと思います。きっと、その先には素敵な未来が待っているはずです。昔を懐かしみながら、新しいものを受け入れていく。その柔軟さこそが、しなやかに生きる知恵なのかもしれません。